コラボレーションお願いします。炎上バチ食らったら謝罪動画上げます定義。レッツゴーどうもこれです。はい、現在大炎上中です。これさん、いや久しぶりだね、本当にね。こんなに荒れてるのは久しぶりでございましてですね、今日はですね皆さん、ちょっといつもとは違った放送になるのですが、グローバル化を目指すということでですね、現在たくさんのいろんな、国の方たちが、僕の生放送を視聴しております。はい、普段はですね多分ほとんどが日本人だと思うんですけども、今その炎上内容にも関わってきてる、外国人の方たちが非常に今ですね、私の放送に、集まってきていると。全部じゃないんですけど、そんなになんですけど、言うほどなんですけど、ただですね、動画の、僕の動画を見てくださってる方は分かると思うんですけど、コメント欄がですねもう全部英語になってると。一体何があったのっていう。ちなみに知らない人に説明すると、今僕の、これ動画のコメント欄なんですけども、こちら、はい、もうすべてですね、英語で、しかもその英語のコメントに、もうグッドが1000件もついてると。もう明らかにこのなんかジャパニーズ YouTuber じゃないみたいなね、もう感じになってるんですよね。はい、もうこんな感じでね、死ぬほどついてると。はい、一個一個に。でしかもこの英文に1000件ついてると、もう1000人以上いるわけですよ。もうすごいバーって書いてある。でこれなんて書いてんだと。インターネットでね翻訳全然できるじゃないですか。でこれなんて書いてあるか、調べた結果ですね、これ一覧出しました。一覧、はい、こちら、この男は死ぬに値する、この男はガラクタの一部です。ロープを購入し最も近い木を見つけます。卑劣なゴミの山です。貯蔵庫があなたの上に降りてきます。あなたの声は犬が出産しているように聞こえます。腹切り、この太った影響力を追いかけるゴブリン。あなたはヘビです。あなたにカルマがやってきます。このゴミ箱。もうひどい。何これ。何これ。なんでこんなこと言われなきゃいけないの。本当にめちゃめちゃ言われとるやんけ。俺言われすぎでしょ。ちなみにこれリアルタイムで今もなおコメントされてます。これちょっとかっこよかったけどね。これね、あなたが地獄で特別な席を手に入れることを願っています。なんだろうね、地獄で特別な席って。灼熱の炎的なやつこれちょっとかっこよかったけどね。でこれ一個ちょっとシャレにならないやつね。これ、私はこの男を倒すためにヒットマンを雇うことに一歩近づいて、近づかないで。3歩ぐらい下がってもらっていいかな。しかもめちゃめちゃ怖いんだけど。これ何。やめて、ヒットマン近づかないで。あと何歩近づいたらヒットマン雇えんの。ほんでこれ、この人もうやめて、近づかないで。お願いだから。普通に怖いんだけどマジで。いやね、ありますからね、本当にね、そういうので事件でね、ありますんで、ちょっと本当に怖いなって。いやこれ冗談抜きで、ちょっと本当になんていうのかな、日本のあれとか通じないじゃないですか。だってあとはこれ結構どうでもいいんですけど、こうやってね海外の人がコメントをしてる中に、なぜか中山キングがずーっとね、やーって言ってたって。ずーっとやーって言ってたからね、鬱陶しいからブロックしたんだけど、ずーっと言ってましたね、なぜか。普通に日本人に荒らされていたっていうね。その海外の人にも荒らされてるし、普通に日本人にも荒らされているって、もうとんでもないことね。でもなんか今コメント見るとそんなに海外の人のコメントなさそうだね。ちょっとねある程度ブロックはしたんで、いないのかもしれないけど、コメントはできないのかもしれませんが、こんな感じで今現状ですね、めちゃめちゃ荒らされてますっていう現状を踏まえてですね、今から話す内容を聞いていただけたらなと思います。もうね、いつになったらね普通に、待って、ビジョン間違えたわ。こっちはねえんだ。ということでね、いつになったら普通に配信ができるのかって話なんですけども、今こういう現状でございましてですね、でじゃあなんでこんなことになってるんだと、いう話じゃないですか。それをねちょっとね最初から説明していこうかなと思います。で今までちょっと言ってなかったこともやっぱあったんで、それもね言わなかったのが、やっぱり日本のファンも海外のファンも
なんかその混乱させたというか分かりにくかったんじゃないかなと思います。はい。これね、綺麗にまとめてきたんで、すごい可愛らしい、なんかちょっとどっかで見たことあるようなテンプレートではい、まとめてきたんでね、すごい可愛らしいでしょ。別になんか誰かをイメージしてるわけではありません。またですね、ちょっとね、今日言うの忘れてたんですけども、本日グローバル化ってことで、通訳の方をね、2名ほど呼んでおります。英語の方と中国語の方ができる、通訳の方を呼んでるので、一応ですね、そちらの方は、ちょっと今呼んで、もう常にね、翻訳できる状態にしておこうかなと思います。はい。今日はですね、特別に用意してます。はい。英語と中国というね、ことで。こんばんは。はい、こちらの方が、中国語の翻訳をしてくれる方です。はい。よろしくお願いします。はい。で、こちらの方が英語の、翻訳をしてくれる方ですと。お願いします。はい。ということで、じゃあまずは軽くですね、スパチャ、青白おじさん、どうもです。じゃあちょっとですね、軽く、僕が今言うので翻訳していただけたら、青汁おじさん、スパチャありがとうございました。青汁おじさん Thank you for your super chat。金之王子，谢谢你的 super chat。はい、ということで、こんな感じです。こんな感じのね。で、今からですね、そのルシアさんとマフマフさんの、いわゆるですね、炎上事を時系列順に話していきたいと思います。はい。で、この時系列に関してはね、多分もう海外の人は知ってるんで、普通に日本でバーって喋っていくんですけど、一応ね、今から、ルシアとマフマフの炎上の時系列を話していきます。これを。I'll be talking about what happened between Lucia and Mufu Mufu right now。现在开始说明润与露西亚还有马夫马夫之间发生的事情。はい。ちょっとしばらくね、多分依頼することないんで、ちょっと静かにしていただけたら。はい。ではちょっとね、皆さんね、こんな感じで説明していきます。まずはね、ちょっと普通に日本語で説明していきます。はい。これね、もうここに書いてある通りの情報でさ、もうみんなね、目で読んでると思うんで、いちいち声に出す必要はないかなと思います。はい。かなりね、有名な人たちが、登場人物。で、これだ。これに関してですね、なんとですね、海外の人向けにわざわざ僕の、ユーザーがね、動画を作ってくださいました。なので、それをまず一旦ね、流したいと思います。Who is Kariko? 皆さん、今日はグローバル配信なんでね。Who is Karikor? Karikor is a Japanese YouTuber. Since 2009, Karikor has attracted fans with live broadcasting and has always maintained the top position. In Japan, the number of simultaneous viewers of live broadcasting always exceeds 100,000, and there is no one who does not know the name of Karikor in live broadcasting. The live broadcast is also heard by the media. His broadcast is like People or US Weekly in the United States. What is the appeal of Karikor? He only told the truth. And he is always neutral. At the same time, it has saved many people who have been deceived by sexual damage and fraud. Many who imitated his live broadcast hid the facts or succumbed to power. But he is always fighting evil with the viewer. The appearance of questioning the perpetrator is like a drama without a plot, and it is a thrilling content like a Super Bowl being held every week. I'm glad I was born in Japan. Please hear about Rusia from Karikor. Karikor knows more about Rusia than the viewers. Because it's a long relationship. Lastly, he doesn't need super chat. Please subscribe to the channel. See you. はい、ということでね、皆さん、いや、かっこいいな。ちゃんとさ、海外向けに作ってるのか分かる？みんなこれ。言い回しというか、海外向けに。これね、もう有能なリスナーがたくさんいるんですけども、ひとまずですね、皆さん、そういう経緯でございますと。はい。で、経緯、多分これ言ってなかったと思うんですけども、まず最初には、僕と三毛猫さんって、そのルシアってどういう関係なんだと。もともとはニコニコ生放送っていうね、ニコ主っていう、ニコニコで配信を一緒にちょっと待って、喉が
していた関係で、そこからちょっと仲良くなったりっていう感じだったんですけど、2019年夏にですね、仲が良かったんですけど、これちょっとね僕の悪ノリというか、三毛猫さんがツイキャスっていう生配信放送サイトがあって、そこの放送中に、僕がですねセミの鳴き声でコメントをしたんですよね。でこれ視聴者も、一緒になってしたことにより、絶縁になりましたと。でこれなんでセミの鳴き声だけで絶縁になるのっていうと、これちょっとね本人ね多分隠してるというか言ってほしくないかもしれないけど、セミをね踏み潰して遊んでるというか、そういう写真を過去に投稿したことがあって、でそれのちょっと悪ノリというかね、夏になったからおめえが昔踏み潰したセミが帰ってきたぞみたいな悪ノリで、コメントをしましたと。そしたら絶縁になりまして、弁護士を通して訴えるって言われ、よくね弁護士って言葉使いたがる人なんですけど、はいで、絶縁になりましたとしかしですね、その後、約2年間もずっとね連絡もなかったし、訴えるぞって言ってきてたんで、もう絶対俺と関わりと持ちたくないんだろうなって思ってたんですけど、このね2021年、11月の1日、このね三毛猫さんから急に相談があると。でこの相談は、まふまふと今いい感じになってると。でもまだ付き合えてはおらず、私が、過去の女性関連などの話を彼にしつこく聞いてしまったと。俺もね結構気になるからね、付き合った女性のねその過去どんな人と付き合ってたんだとかね、そんな どれくらいあんのみたいな、異性こういういっぱいどんだけあんのみたいな気になるから、そういう気持ちわかるんですけど、それをちょっとしつこく聞きすぎて仲が悪くなったと。でまふまふさん教えてくんないから、まふまふさんの女性関係の話でね、これこれさんってよくそういう有名人のねこと詳しいから、何か知ってることがあったら教えてくださいっていう相談が最初に来たんですよ。はい。なんでねいわゆる俺の情報をね、聞きたくて、相談に来たと。もう恋煩いしとるなみたいな状態なんですけども、こちら再度ですね、その時にですね、僕はねあんまり裏でね誰かのねそういう話を伝えるのは良くないなって思ったんで、あんまり詳しいことは言わなかったんですよ。で、再度またですね11月の初旬に連絡来ましたと。で内容は全部話をするので、私が消息不明になったらみんなに伝えてください。自分だけこんなひどいことをされて傷つくのは嫌です。これね前回ちょっとね話もしなかったし出さなかったので、ちょっと分かりにくいかもしんないんでね、もうちょっとこれは出しますけども、これこさん相談したいことがありますと。話せてなかったこと、私もこれいわゆるですねちょっと命をっていうねちょっとネガティブな発言なんですけども、全部話して私が消息不明になったらみんなに伝えてください。仕事も人間関係も疲れちゃいました。ちょっとこれ俺ねノリが軽いんですけど、急展開しすぎだろう、もう本当にボロボロで本当に消えたいけど、このまま自分だけこんなにひどいことをされて傷ついて全部終わらせるのが嫌だと。で俺がどうしたんや一体と。でこれさんの都合のいい日を教えてほしいですということで、日程合わせて話をするって話なんですけど、でちょっとね内容は一旦後で出るんですけど、あとですね、まふまふからとある芸能人との関係があったことを聞かれると。でこれはねちょっと芸能人さんの名前を伏せるんですけど、昔三毛猫さんがこれはね自分のツイッターでもうすごい昔ですよ。でいや私実はとある芸人とそういうちょめちょめ関係があったんですよみたいなツイートをしてたんですよ。でも結構昔なツイートでネットで調べるからそのツイート今残ってないんですよ。残ってないんだけど、そのスクショをなぜかまふまふが持ってて送られてきたと。だから過去の三毛猫さんのそういう関係をまふまふはちょっと聞き出してきてるというので、この状態だと当時ね僕のこのこれこれチャンネルにはマホトのことを赤裸々に話す三毛猫さんの動画があったんですよ。っていうのも知らない人に説明すると、マホトと三毛猫さんは恋人関係だったんですよ昔ね。もうほんと昔の話ですけど。でそれを消してほしいと、いうことで僕は対応して消しましたと。これも言ってなかったと思うんだけど、
でまた事務所の先輩と揉めている、マネージャーの対応もおかしいと、相談されることになるんですね。はい。ちなみに、そうですね、ちょっと待ってくださいね。その中で、はい、これ事務所の先輩、マネージャーの対応がおかしい。これはVTuber、要は VTuber、僕はちょっと VTuber の界隈っていうのはあんまりよくわからないんですけども、ライバル視持ってて当然といえば当然だと思うんですけど、多分みんなそんな仲いいって感じじゃないと思うんですよね。もちろん仲いい VTuber 同士もいるかもしれないですけど、そういうのでちょっとした妨害というか嫌がらせを受けてるとっていう話をここで聞きましたと。はい。でこれはちょっと正直これどうでもいいんだけど、ちょっとイラッとしたんでこれはここで書いときます。はい。イラッとしたんで。その後ですね、特に、やり取りもなく、正月にですね、明けましておめでとうという LINE が来たわけですよ。で、おめでとうございますと。いやもうすごい礼儀正しいですねっていうことで、僕はいつもね、正月の時期になると自分の生放送で、いや、今年僕に明けましておめでとうって言ってきた YouTuber さんはこの人たちですみたいな、活動者さんはこの人たちですみたいなコーナーをやってて、で、その中に、三毛猫さんもいたと。で三毛猫から明けましておめでとう来たよみたいな、本当にこれだけボソって言ったらですね、その3日後、マネージャーからこれの連絡取ってるのかと聞かれたので、活動に影響が出る可能性があるので名前を出すのをやめてほしいと言われる。いやもう何これひどくないって思ったけどね。めっちゃ相手からね絡んできて相談乗ってあげてって言い方あれですけど、そんな言うって何の影響あるんかな。じゃあ影響ねあるん、じゃあ分かりましたもん、じゃあ名前二度とね配信で出しませんよみたいな。じゃあもう俺と関わらない方がいいんじゃねえと思ったけどね。俺なんかに相談しない方がいいんじゃねえと思ったけど、分かりましたよと。でこちらね皆さんご存知の通りですね、2月10日これ事件当日、ウルハルシアさんのゲーム配信中にマフマフさんから送られてきたメッセージ通知が画面上に表示されてしまうと。はい。一応出しておきます。これですね。配信中にこのようにですね、これがもう今回ねもうタイトルには書いてありますけど、ルシアがいなくなる始まった理由だよ。始まりの理由だよねこれね。はい。これが映ってしまったと。でこの生放送は、マネージャーと相談して一旦非公開にするということで、非公開にしたところでねもうみんなねスクショしたりインターネットでもツイートしたりするんで、もう今のご時世意味ないんですけどね、動画を非公開にしても。でこの、日のもう次の日のもう深夜1時頃、三毛猫さんから、眠れないから電話したいということで、これもしかして眠れないから電話したいってことは、これもしかしてもうマフマフ諦めて俺のとこに来たかみたいな。で一瞬思ったわけですよ。眠れないから通話したい。一瞬ね、別にそういう関係じゃないですよ。勘違いしないでほしいんですけど、一瞬そう思ったよ。眠れないから電話したいって恋人になりかけの人たちの会話じゃない？で内容がですね、炎上してる、今私炎上しちゃったと。でマフマフとはあれからゲームを月に数回する程度の仲のままで、なのにファンに同棲してるだの付き合ってるだの言われるのが辛いと。で自分で説明したいけど事務所に止められてるし対応が遅い、どうしたらいいですかという相談が来たんですね。はい。でこれか、これ再度あれになりますけども、事務所から嫌がらせを受けている、他の VTuber からもなどの相談も受けただこれに関しては僕は別に証拠はもらってませんと。もちろんこの話も最初から言うつもりなかったんで、いちいちねそういう証拠あんのとかも聞かずに、ただ話として、ルシア本人から、聞きましたよと。すみません、ちょっとあとこれ紹介するの忘れてたんですけど、この正月の時にこんな感じで明けましておめでとうございますと。
でこの時にも言われたんだけど、これね多分前回出しとかよかったかもしれないね。前にご飯行った方に、12月になる前に私が、詮索しすぎてご飯とかもう行けないと言われてしまいました。ショックすぎて連絡が遅れてしまってすみません。これどういうことかって、1月2日の時点で、マフマフとの関係はこじれてるっていう、いわゆるちょっとした証拠のラインになるというか、だからいまだにそのマフマフとルシアが付き合ってるとか同棲してるとか思ってる人がいると思うんですけど、これは割となんかちょっと証拠になるかなということで今回出させていただきました。はい。出る前ですからね。だってそのマフマフとのメッセージが配信中に出る前のやり取りなんで。はい。なのでもう結構こじれてる関係だったんですよね、もともと2人って。で、あとはですね、その同棲コレコレさんにとりあえずコレコレさんに信じてほしいっていうことで、別に俺求めてないんですけど、画像は放送に出さないでくださいっていうことで、同棲してない証拠として部屋の写真を全て見せると言って、いや俺いらんよ、別にそんないらんよって言ったんだけど、見せてくれましたと。で、あと事務所はブランディングにすごい厳しいみたいで、少しでもルシアっていうキャラがもうイメージが悪くなるんだったらもうダメだみたいな、少しでもなんか落ちることにも敏感であるというので、事務所への不満も言っていましたと。それすごい大変だなっていう、めっちゃ大変ですね。でもそりゃそうなのか。大変だね。俺は別にね、事務所とかなんか俺がひどいことしても何も言ってこないから、なんかそういう世界で生きてきたから、やっぱり VTuber っていうのはそれすごい大変なんだね。その分人気があるんだろうけど。はい。っていうことみたいですね。はい。一応ですね、本当にこんな感じでね、事務所の後輩のせいでいろいろごちゃついて、初めは我慢してたと。で俺もやっぱ先輩ってだけで上下関係みたいな嫌だよなみたいな、俺は言いたいこと言うからそれですっきりするみたいな。でもそのルシアは言えないと。そういうことは配信で言えないし、ツイッターでも書けないし、ストレスが溜まってると。はい。でこれ、散々これ言われてきたんですけど、もし本当に私が消えてしまったらコレコレさんに全部話してほしいですもん。ただ私が生きてたらやめてほしいですがっていう。だからその前に詳しく話をしたかったって思いました。その私が今までやられたことをね。で私が消えて、こいつら全員不幸にしてやりたい。だからかなりね、その嫌がらせをしてきた、VTuber とか事務所の人間に、憎悪を抱いてると。で同日の2月11日、マフマフのツイッターにて、お騒がせしている件にということで、マフマフ側が、謝罪を、しましたと。これだね。はい。お相手の方とはゲームを通じて仲良くなり、昨夜もゲームしようとして連絡したところで。でこれね、ルシアじゃなくてルシアの中の人の三毛猫がツイッターでね、俺にも言ってたけど、どうしたらね、その楽に消えれるかみたいなのをずっと考えてると、こういうネガティブツイートをしていたり、で同日また僕の方にですね相談が来て、事務所に何度も、この件について弁明したいと連絡してるのに返事がないと。もう早く1日でも早くさ。で特にマフマフはこうやってツイートしてるわけじゃん。なのに自分がツイートできない状況にずっとさせられていると、事務所に。そのせいで信じてるファンも不安になるわけじゃん。なんでマフマフは弁明してるのにルシアは何もツイートしないんだって、俺たちに何も言ってくれないんだ。でそんな中結局、僕の放送を迎えて、僕がねマフマフとルシアは同性恋人関係にないって放送で言ったんですけど、あんまり信じてなかったなあんまりなんか多くの人が信じてなかったかなって印象なんですけど、信じてる人は信じてましたけど、配信中もね、ルシアから、通知の件に関して、これだね、これ件に関してはやっぱり事務所にも止められてるし言えませんっていうことで終わりましたと。で現在ルシア引退
なんだこのリング。ちょっとこのリングは何か分かんないけどね。これ視聴者が作ってるんで、僕は分からないんですけども。っていう、状況なんですよ。で、これ、ちょっとはしょられてるんで、もうちょっと詳しくね、詳細が書いてあるのがあるので、こちらのね、メモ帳を出させていただきますが、これ上ね、さっき画像で紹介したようなやつです。はい。こちら、2022年2月13日、マフマフのツイッターにて、マフマフはね、少しお休みしますと。話まとめてるんですが、どうにもね、ちょっと自分の口からまだ言える状況じゃないんで休みますと、ツイートし、ルシアは、こちらね、食事も睡眠も取れず、歩行も困難ですと。お願いだから、確証のないことばかり言うのはやめてほしいと。ツイートして、これ削除されてるんですけど、ツイートしましたと。で、2月14日ですね、事務所のホロライブが、ルシアはね、しばらく休みますと、いう投稿をしました。で、そのタイミングで、ちょっとね、削除されてた三毛猫の中の人のツイッターのアカウントが復活したと。で、これ2月19日、お互い生放送を撮り始めましたと。今まではツイッターだったんですけど、生放送で釈明をし始めましたと。で、マフマフが、ツイキャスで簡単なね、経緯説明と謝罪を生放送で行う。で、内容としてはもうここに書いてある通り、4年前から付き合っていませんと。で、ゲーム友達という関係でございます。ちょっと都合の悪いコメントをね、読まないみたいなのあったみたいなんですけど、そういう配信をしてました。で、そのマフマフの放送が終わった後、ミゲネゴさんが、ツイキャスにて、生放送を行うが、これがね、ちょっとね、すごい怖い生放送だったんですけど、もう本当にボソボソって喋って放送が終わるみたいな。で、内容がもう全部ひどいと。スマホ見てください。さよなら。この文章だけで見るとね、タイミング的にも、マフマフに対して言ってんじゃないのみたいな。ことにはなってるんですけど、何のことだかはちょっと分かりませんと。で、ちなみにこれね、当時これこれに言ってんじゃないみたいな、これこれに相談してて、これこれがシカトしてんだ。だから、これこれさん、三毛猫さんが大変です。早くスマホ見てあげてくださいっていう連絡が俺のところにバーって来てんの。で、マジで何のことやと思って LINE をピャーって見たら何も来てないの。何も来てなかったよ。何一つ来てなかったね。なんで俺じゃないです。間違いなく。で、2022年、2月23日1時頃、三毛猫さんが自身のツイッターにて謝罪投稿と。はい。謝罪をしましたと。これじゃないね。ちょっと待って。どれだっけな。ありすぎてね。これだ。皆さん本当に心配かけてごめんなさい。本当にいろいろなことがありと、疲弊してしまって今でも頭が回っていませんと。そして後日また配信をさせてください。で、今月中に、物件を探して引っ越ししなきゃいけないと。住みやすいところ教えてください。地方とかでもいいですと。で、これがね、これはもう単純に、この時はね、まだルシアが引退するっていうのが決まってなかったからあれなんだけど、この時点ですごい噂が立てられてて、3つ立てられてて、まず、これマフマフと同棲してたんじゃねえのみたいな。で、同棲してて、いろいろ今回の件でごたついちゃったから同棲解除されて家探さなきゃいけないんじゃねえのっていう噂と、これね、もう本当にアホかって思ったけど、俺も実は今家探してんのよ。多分俺の配信をよく見てくれてる人だったら分かると思うけど、俺家追い出されることになって今家を探してんの。これこれと同じタイミングで家探してるの？これ匂わせじゃないの？っていうのと、あとはさっきも言ったけど、ルシアが引退するからそういうので高級物件じゃなくて普通にもう引っ越すんじゃないっていう、 VTuber として活動する部屋は捨てて新しくもう新しい家で活動するんじゃないっていう、この3つの噂があった。でもちろんこれ一番正しいのが結局一番最後の噂なのね。
昨日ですか。はい。昨日ですね、三毛猫さんがインスタにて髪を切ったと投稿と。これね、ちょっとモザイクなんですけども。で、これがですね、また、匂わせになってんの。なんでってなるでしょ。でも俺からするともう2人絶対付き合ってないし同棲しないの。でもやっぱりなんか一部の人は絶対同棲してるってなんか思い込んでる人がいるみたいで、なんでかっていうとマフマフと同じスマホやね。色が iPhone 13 Pro の、シエラブルーやね。これもまた不幸中の幸い極まりない、幸いじゃない、不幸中の不幸というか、これがマフマフさん、まあもう同じやねん。これが色がね。まあでも iPhone 13 Pro の色何種類でしたっけ。まあ僕ちなみにゴールドなんですけど、まあここでもし俺がシエラブルーやったらもうやばいなと思って。でよかったゴールドじゃなくて。と思うんですけど、まあとりあえずこれでね、また、なぜかこれでまた疑うやつが増えてきたっていう。で、まあそんなこんなね、まあこの時点ではもちろんルシアが引退するっていうのがまだ分かってないから、やっぱり同棲してるんじゃねえかってやつらばかりだったんですけど、2月24日の15時、まあなんとついにですね、もうほんと急に、ウルハ・ルシアの契約解除が発表されましたと。はい。はい。こちらですね。で、まあ、ここに書いてある通り、秘密保持に抵触する、情報や SNS のやり取りを許可なく第三者に、漏洩するという、秘密、契約違反行為や、虚偽の申告などの信用失墜行為が認められたためと。はい。まあ、いろいろな理由があるわけですね。なんか、後で説明するんですけど、別に僕の放送、なんかね、今なんで僕の放送が海外の人に荒らされてるかっていうと、お前のせいでルシアが引退したんでいなくなったんだって言われてるんですけど、まあ、もちろんじゃあ僕ゼロではないと思いますよ。もちろんそれは、それに関してはゼロではないのを認めるけど、別に俺が 100% な理由ではないわけですよ。いろんな理由があって今回契約が解除されたって話だから、別になんか全部俺、まあいいですよ、もちろんそれはね、僕とかマフマフさんしか叩くところがないから、ルシアがいなくなったその鬱憤を叩く場所って多分俺とかしかないと思うんですよ。なんで別にそれはいいです。叩くなとは言わないです。ただ僕は事実として今ここを説明します。はい。なんでもうここに憎しみを全て集めてください。で俺はその憎しみを抱いて消える。はい。やばいやばい、中二病入った中二病。もうここに憎しみを全て集めろ。ここにお前たち。全憎しみはここに集めてくれ。俺は何とも思わないから。抱いて消えるから。はい。これをゼロレクイエムという。まあでね。まあね、まあその後ツイートやら何やらしてるんですけども、まあこれがね、まあ三毛猫さんの悪いところなのかなと僕は思ってるんですけども、はい。まあね、今日も弁護士さんとお話をして解決に向かうようにするねって。まあ僕もね、セミの件でね言われたんですけども、まあ三毛猫さん本当にね弁護士って言葉が大好きで、まあそういうことを匂わせする子なんですよね。まあはい。まあツイッター消すならツイートしなきゃいいのになと思うけど。でまあ、昨日ね、23時頃に、ツイキャスにて謝罪配信と、まあ、するんですけども、まあ大した内容は言ってなくて、まあそのね今ネットに出てる、情報はまあ憶測で捏造のものもあるんで、信用しないでほしい的なね、ことを言ってました。なんですが、まあ、この一連の流れ見てついにファンが暴走したのか、まあ呆れたのか、まあ、暴露をするわけですよね。でそれがここに書いてある通り、1000万ほど、まあ、約ですよこれは多分約1000万ほど高額スパチャをしていた複数のファンが個人的にお礼メッセージや動画をもらっていたことを、まあ、暴露すると、まあ、それがこちらなんですけども、はい。突然すいません、いつも本当にありがとうなのです。お返しはこんなことしかできませんが精一杯のお礼です。このことは秘密でよろしくお願いします。普段しないので C です。ではでは失礼しました。はい。
まあこれはね、いわゆるお金をすごい投げてくれた人に個人的にメッセージを送っていたと。まあこのようにですね、はい、こういうお返事は本来絶対しちゃいけないのですが、〇〇くんは他言しないという、信じているのでお返事させていただきましたと。はい。今度お礼にお礼動画送って良きですか？これは気持ちなので単独行動してしまっての秘密でお願いします。まあだからね、やっぱり俺も前回言ったけどプロ意識がないよね。だからこういうことしちゃダメならするべきじゃないんですよ。まあ1000万もらったらね、それはねお礼したくなる気持ちもあるけど、そこはもうグッとこらえないとね、ルール上しちゃダメっていうルールがあるんだったらもうそこは書いちゃダメだからね。それはもう今コメントにもあるとキャバクラかよって言われても仕方ないよね。まあだからルシアはまあちょっと本当はきつい言い方するとなんかその契約違反になっても仕方ないようなことをたくさんしてきてるわけでしょ今まで。まああと勝手にツイートしたりね。だこれも事務所が許可出してないんだよ。多分暴走してツイートしたんだろうけど、追消しとかいろいろしたりしてね。でそういうのも踏まえて、まあこのようにですね、まあ、契約解除に至ってしまったと。これはさ、海外の人がいまだにいまだに荒らしている。いまだに荒らしてるみたいです。まあ一応ね、ちょっと僕のね、まあ一応経緯としてはこんな感じなんですけど、まあ僕が思うに今回ね、やっぱりルシアが違反行為で契約解除になっていなくなったってことは、まあファンとしてはよ、まあめちゃめちゃ悲しいと思うし、でもそれを俺はね、マフマフのせいにするのは、なんかやっぱちょっと違うかなと。で、現にね、これちょっと今回名前出てなかったかもしれないけど、ルシアは俺以外の人にも相談してたんだって。どうやら。その VTuber の方にも相談してて、まあ他の第三者にも相談してたと。まあだからいろんな人にしてたと。まあ別にね、俺もね、俺だけに相談してると思ってたわけじゃないんだけど。で、まあ、俺がね、放送でじゃあルシアの相談を話したかっていうと、さっきも言ったけど、ルシアからファンが憶測で決めつけてくるのが苦しいと。どうしたらいいかってことで、俺の放送で、まあその同性疑惑を否定することにしたわけよ。ってなるとよ、根本的な話で言うと、一部のファンがそんな噂とか憶測を流さなければ、ルシアが俺に相談することなかったわけじゃん。じゃあ。まあ、もちろんね、ルシアが生放送中にね、マフマフのあれを出したのが、もちろんきっかけではあるけど、じゃあそこで、ね、変な憶測とか、こいつは同性信じないのって、ファンの人が、一部のファンが言わなきゃ、俺に相談することなかったわけよ。そこのルートが。で、ルシアが対応遅くなったのは、事務所の体制によるものっていうのははっきりしてるわけや。ってなると、事務所側にじゃあ一切落ち度ないのかって。あるんだったら体制を変えるべきなんじゃないかなと、まあ俺はね、ちょっとね、上からですけども、まあ思います、ほんまに。まあ、ただね、ただこんな偉そうに言いましたけど、まあ一連の流れで、俺にね、ルシア引退に関して責任がゼロではないのはもう分かってるんで、それはもう少なからず俺にもあると思うんで、まあこれに関してはまあ、ファンの人にはね、本当に申し訳ないなと、まあ気持ちとしては思います、本当に。気持ちだけやけど。海外の、そう、翻訳ね、翻訳。どうしましょうかね。じゃあ、ちょっとね、皆さんいいですか。ここで、ルシアさんから、お話があります。はい。ルシアさんから、お願いと言いますか、お話があるので、ではちょっと、聞いていただきたいです。皆さんこんばんは。今私のことでお騒がせして大変申し訳ございません。これこれチャンネルを見ている皆さんにお願いがあります。コメントでの誹謗中傷をやめてください。私はそんなことは望んでいません。ファンデットのみんなにそんなひどいコメントをしてほしくないです。私からの最後のお願いです。どうか聞いてほしいです。皆さんこんばんは。今私の
ということでね、これ多分翻訳した方がいいね。これちょっとこれ翻訳します今から今、翻訳係の2人いますでしょうか。今文章を送りました LINE に。こちらを良いでしょうか、英語でまず。あ、OK です。はい、お願いします。ちょっと待ってください。ちょっと読ませて。そうですね、読んでからです。ちょっとここは多分ね、言わないとみんなわからないんで、海外の人が見てる人がね。この方、今の音声はルシアさんです。はい。Hello everyone. I'm very sorry for causing trouble this time. I would like to ask all of you to stop hating on me. I have not done anything that you guys have said. これ全部？まだです。なんか、ファンデットのみってどういうことですか？日本語がちょっと。ファンデットのみんなです。ファンデットっていう名前です。はい。OK です。Please, dear Fandet people, please stop commenting stuff like this. And this is my last wish. And please listen to what I say. 素晴らしい。じゃあ、大家晚上好。もういいですか？お願いします。はい、すみません。嗨，大家晚上好，不好意思，这次因为我的事情造成这么大的骚动。在看これこれ频道的各位听众，我有一个请求，请大家不要再进行诽谤了。我并不希望这种事情发生，我不希望我的粉丝们写下这么多不好的留言，这是我最后的请求，请大家听。ありがとうございます。ということなんですよ。はい、これで伝わったのかな？これでよくわかんないけども。というね、やっぱりなんていうのかな、やっぱ誹謗中傷は良くないのでね。はい、書いてある通り。はい、良くないので、それに関してはね、共通認識ということで、皆さんに分かっていただけたらなと思います。はい。ちなみに現在ルシアさんのねグッズが大量に、メルカリに売ってるみたいなんで、真のファンは買ってみてはいかがでしょうか。結構高いな。1万円って結構高いな。クオリティ高いんやろな PM。海外の人からのコメントが増えだしたね。やっぱこう伝わってないね、これね。全然。これどうしたらいいの？僕は一体どうしたらいいんだろう。誰か教えてください。僕は一体どうしたらいいんだろうっていう。はい。これね、しかもね、海外の方でね、僕の YouTube ライブをなんか翻訳してる動画が上がってるんだけど、その動画って2分ぐらいなの。だから全貌を、どうせだったら全貌で上げてほしいし、なんかその切り抜いたとこだけを上げてね、なんか動画化するのどうなのかなと思う。それが原因の一つでもあったりするみたいですね、どうやら。申し訳ありません。他のね国の方たちに配慮してないわけではなくて、僕の視聴者でいなかったんですよ。勘違いしてることを言ってほしい。すいません、勘違いしてることを言ってほしいっていうのはどういうことですかね。僕が何でしたっけ、海外の人は何を勘違いしてるんだっけ、みんな。何を勘違いしてるの？ちょっと英語の方。ツイッターとか、YouTube のコメント読ませてもらったんですけど、はいはいはい。多分ですね、これこれさんとルシアさんがいい友達で、これこれさんがルシアさんに言わないでって言われたことを言ったからなんか怒ってるみたいです。あと、ルシアさんが精神的に弱い方なのかな。それなのになんか詰めたみたいな。精神的に弱い方なのに詰めてしまった。でもそれに関しては、多分そうなんじゃないかな。でも詰めたって言い方あれやけど。なんかそれになんか怒ってるみたいですね。
なるほど。もともとは頼まれていたってことじゃ、まあでも結果的にまあ俺も言ってるから、まあ全部。多分ルシア的には全部は言ってほしくなかったかもしれない。言わないでってルシアさんに言われたことを言ったことを多分怒ってんだと思います。で、そのせいでやめたんだって。それって多分部屋の写真を俺に送ったことだと思うんだよね、それって。その翻訳、はいはい、ライブの翻訳をしてた動画にそう書いてあったから、みんながなんか勘違いしてるんだと思う。なるほど。部屋の写真でも出してない、まあ俺に部屋の写真を送ったことは言わないでほしいと言われたんですけど、まあ、そのくだりを言っちゃったんですよね、俺が。まあ、いわゆるそれの部屋の写真を送ってまで信じてほしいっていうくだりで言ったんだけど、まあ、そんな悪い意味で言ったつもりないんだけどな、でも。じゃあこれなんて言ったらいいんだろうな。もともとはルシアから頼まれていたことであり、ちょっと書くが文章でこれを翻訳してもなんて書いてあるんだ。大丈夫です。ちょっとじゃあ今文章書きます。ひらがなの方がいいんですよね。お願いします。もともとこの炎上はね、この炎上の件で、マフマフと同棲していること、マフマフと同棲していると勘違いされているので、それを、よし、これで大丈夫。じゃあこれを今英語と韓国語、じゃあ中国語でお願いします。ゴブリン頑張れってやがましいわ。はい、はい。海外の方、ぜひ聞いていただけたら。はい、ちょっと読ませてください。はい。すごいね、みんな。In this incident, everyone is thinking that Lucia was living with Mafu Mafu. However, that's not true. So she asked Lucia for a picture of her room so that he knows that they're not living together. But she told him not to show that picture on his stream, but he did show that. And that's the incident that you guys are talking about, how he showed something that she said not to show. And he's really sorry about showing the picture that she told him not to show. ありがとうございます。关于这件事情，是润与露西亚被误会跟马夫住在一起，然后因为被误会，然后他希望Kore可以帮他解释这件事情，告诉他的粉丝还有马夫的粉丝说他们两个没有住在一起，然后就是那个露西亚把他们就是他家的照片发给Kore，然后请他跟大家解释说，他们两个没有住在一起，然后他希望Kore不要把这张照片那个发给大家看，然后可是他发给大家看了，所以他对于这件事情他觉得很抱歉。以上です。ありがとうございます。まあということですね。ちょっとスパチャね、なんか海外の方から来てますけど、ちょっと何を言ってるのかわからないのでちょっとスルーさせていただくんですけど、今来てるのがですね、海外の人からお前を今スナイパーで狙っているということでね、家から出れません今私は。多分ドア開けた瞬間やられてしまうんで、なんかどうやらスナイパーで狙われてるらしいです。何も伝わってないみたいだね、海外の人にね。どうしたら伝わるんだろう。教えてください皆さん。僕は今真髄に配信をやってるのにスナイパーに狙われております。なぜですか？何も通じてないじゃん。これどうなってんのっていうかさ、海外の人のコメント見たけどさ、普通に日本人よりひどいよ、誹謗中傷。そういうあれなの？普通にエグかったけどね、書いてあること。あっちの方がひどいんじゃないの？
海外の人、重要なのは彼女が引退したのはこれこれのせいだけではないということです。あ、理解してくださったのかな、これ。多分理解してくださったのかもしれないですね、スパチャの方。はい。英語の翻訳間違ってる。部屋の写真見せてないのに見せちゃってごめんになって。おい、ほら部屋の写真、俺部屋の写真見せてないよ。だけど翻訳では部屋の写真を見せてしまってごめんなさいって言ってますよってなってるよ。大丈夫？部屋の写真を送ったこと、ごめんなさい、読み間違えました。これだ、言い直した方がいいですね。部屋の写真を送ったことは言わないでくれって言われたんですよ。ケイネコさんに。Sorry guys, my bad. Basically he didn't show the picture of her room, but he told her she told him not to tell everyone that she sent a picture of her room. Sorry. ありがとうございます。ありがとうございます。やばい。これでスナイパー会社来るかな、みんな。そりゃそうだよ。だって、部屋の写真勝手に見せたらダメでしょ。ごめんなさい。中国語も英語にずれて、間違えてマジかよ。オーマイガー。すいません。中国語も間違えてた。ごめんなさい。そう、英語もできるんですか？英語できないですけど、なんかずってしまって、そう翻訳してしまいましオた。ーマイガー。ちょっと中国語もやり直して。はい、ごめんなさい。就是露西亚为了证明他跟马夫没有住在一起，然后他把他的房间的照片发给コレコレ，然后他希望コレコレ不要告诉大家说他把他自己家里的照片发给コレコレ，可是コレコレ他把这件事讲出来了，然后这个是露西亚不希望他讲出去的事情，但是他讲了，所以他对这件事情感到很抱歉。はい。すいませんでした。ありがとうございます。これでスナイパー会社来るかな、これで。大丈夫みんな。ちょっとありがとうスパチャ、ありがとう。わかるんだね、すごいね。リスニングできてんだ。ちなみに俺はゼロです。何言ってるかわかんないです。どうしてそんなに海外の人に理解させないといけないってわけじゃなくて、俺がそうしたいんですよ。だって荒らされてるんだから。まあっていうね、まあことなんですよね。まあたださっき多分今これスパチャとかコメントとかでもすごい言われてるのが、じゃあなんかいじめをしてた、いじめっていうかなんか、まあ妨害みたいななんか嫌がらせをしてた V1 は誰なんだというのあるんですけど、これは事務所の声明だと、はい。事務所の声明だと第三者へ事実と異なる情報の流布。まあつまりそこの件に関して言ってるのか分かんないけど、とりあえず事実とは異なる情報を言ってると、まあいう話みたいなんで、まあ僕としては証拠をもらってないので何とも言えないですね、本当に。経緯を通訳しても、いや多分それすごい時間かかっちゃうんで、まあ、そこはもう別の方がっていうかね、後にしていただいて。てか YouTube でさ、アーカイブとかになんか字幕つけれないの？いやしかし素晴らしいリスナーが、リスナーが素晴らしいです、本当に。まあということなんですけど、これ理解してくれたかな、これね、海外の人ね。まあちょっとみんなね、今日は海外の人にもちょっとね説明しないとあれなので、ちょっとややこしい感じにはなってしまいますがはい、皆さんね、他の人の名前出さないようにねお願いしますね、本当に。それだけはやめていただいてね。お願いしますよ、本当に。はい。字幕利用できない設定ですか？あった方がいいかも。いや、ちょっとわかんないですね。まあもしかしたらつけとこうかなと思いますけど。はい。何？ディスコン通知待って。やばい。何見てなかった。何が来た？あれ？大丈夫でしょ？なんだ？
さまあということで、まあ、一応海外の人最後翻訳してほしい。あ、コメント読んでますけど伝わってるみたいですと。はい。じゃあちょっと最後にね、僕からちょっとさっきも多分言ったと思うんですが、海外の人に向けてね、今一度、はい。そうですね。まあ今回の件で、はい、どうしようかな。今回の件で、これにも、ルシア引退に関しては責任が全くないわけではないので、ファンの人には、大変申し訳ございませんでした。これをですね、最後にちょっとお二人に言っていただけたら。はい。お願いします。一つなんか質問来てたんですけど、はい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 。なんかコレリスの皆さんが、はい、マフマフさんとルシアさんはい、に誹謗中傷を送ったって怒ってるんですよ。なんかそれをなんか次は言ってるみたいで。僕の視聴者がマフマフとルシアさんに誹謗中傷を送った。ノーそんなわけない。むしろ逆、いやルシアのファンでしょ、そんなの。俺のリスナーじゃないでしょ。なんかそれはまあでも俺のリスナーももちろんいるけど、そうじゃないって言ってくれ。そのなんか僕のリスナーだけじゃなく、ルシアのファン、マフマフのファン、ホロライブのファン、あとヤジウマ。ヤジウマあれこれヤジウマはわからないですか。なんて言ったらいいんだろう。第三者、関係のない人たち、炎上が大好きな人たち。これまとめるか、ちょっと待って。ルシアやマフマフにコメントしているのはこれリスナーだけではありません。例えば、ルシアのアンチファン、マフマフのアンチファン、炎上が大好きな、人たちがたくさんコメントしており、これはこれリスナーに嵐行為をするなと普段から伝えている。完璧だ。これでお願いします。Everyone who's commenting on Lucia and Mafu Mafu isn't my listeners, and it would be Lucia's haters or fans, Mafu Mafu's haters or fans, or people that love people getting canceled. And Kore always tells his listeners not to hate on the people that he puts on his streams. Okay, that's it. 关于润与露西亚还有马夫的那一些比较不好的留言，不是Kore的听众写的，写的人，比如说是露西亚的黑粉，或是他的粉丝，或是马夫的粉丝，他的黑粉，或是那些很喜欢看到血流成河的一些乡民写的。那Kore他平常就有告诉他的听众，千万不要去做这种乱别人版的事情，所以就是他想要解释说，那些写评論的人都不是他的听众。はい、以上です。ありがとうございます。本当にね、申し訳ないです。あと最後にこちらも、お願いします。こちらの文章も。大丈夫でしょうか。英語で。はい。Kore also has the responsibility for Lucia retiring from her job, and he does have the responsibility, and he's telling the fans that he's really sorry for what has happened. Kore 对于润与露西亚隐退的这件事情，也不是完全说没有责任。
所以他想要告诉润与露西亚的粉丝，他对这件事情他感到很抱歉。ありがとうございます。これでスナイパー解除されたと思うんでね。うん。ありがとうございました。本当にね。うん。はい。うん。ですね、ちょっと一応最初に言っとくんですけど、ちょっとですね、一応最初に言っとくんですが、先ほど流した音声は別に僕、ウルハ・ルシアさんとは言ってませんよ。一応みんな分かってると思うんですけど、はい。ルシアと言いましたんでね、あれは、正式名称は内葉ルシアです。これはね、ナルトの内葉一族の方でございまして、内葉一族はシャリンガンというね、コピーをする能力に長けている方たちでございまして、一応内葉一族の内葉ルシアさんということでね、僕は言ってるので、決してウルハルシアとは一言も言ってないんでね、アーカイブを確認してみてください。はい。これは内葉ルシアです。まあでも内葉ルシアがね、ファンとしてね、はい。誹謗中傷をやめようという当たり前のことを言っただけの音声なのでね、別に決してこれはね、騙そうとかそういうことではなくね、はい。なので、そこら辺は皆さんね、勘違いしないようにね、お願いしますね。はい。まあ、ぐらいかな。はい。まあ、これが全貌かな、本当に。話としては。まあ、本当にね、ファンの人がね、多分一番傷ついたと思うけど、まあ、まさかこのね、このディスコードでこんなことになるなんて、本当にこれに関してはね、もうディスコードが映るとか、まあ、ちょっとプロ意識ないとかあるんですけども、ねえ、映すなんてね、まあでも、これが原因でまあ引退になってしまった。何ですか、フスパチャって。どれを読んだらいいんだろう。消えちゃったの？じゃあもう一回てか内容言ってくんない？どれを言ったらいいの？白いスパチャ、どれだ？白いスパチャなんてないぞ。どれをこれかな？これ読めない。わかんない。翻訳サイト、そうなんだ。俺 Google 翻訳使ってるからさ。これが。で、これまだ伝わってないの？もうね、どうしたらいいの？一部見せないでと言われた部分を見せたのは同性の誤解を解くため。違う、一部言わないでと言われた部分を言ったのは同性の誤解を解くため。いやもうでもめんどくさいな、もう別にもうじゃあもうでももうめんどくさくないもう別にいいよ。もうええよ。じゃあ一緒荒らしとけ。まあということです。はい。かな。よし、まあこの辺にしとこうかな、じゃあ。この辺に、まあもう伝わったでしょ。やっぱちゃんとしといた方がいいかな。怖くなってきたな。もう、じゃあちょっともう一回書くね。一部。ルシアから言われていた話を言ったのは、同性疑惑を同性疑惑なんだっけ？同性の誤解か。同性の誤解を解くためである。俺はバットマンだ。じゃあこれを、バットマンはね、やっぱり悪をなして巨悪を打つだから。ジョーカーではないんでね、僕。バットマンなの。いや、アベンジャーズの、いや、俺はアベンジャーズなんでしょ。ちょっと待って。俺はアベンジャーズだ。すみません、こっちね、お願いします。
アベンジャーズ。漢字のとこ読んでもらっていいですか？漢字のとこどこがわかんないんだろう。言ったのは同意？同性です。同性の誤解。わかりました。はい。The parts that Lucia told me not to say was the parts where she sent proof on how she wasn't living with Mafu Mafu. I'm Avengers. Thank you. 就是有一部分的话，然后润与露西亚不希望口雷口雷告诉大家。那关于这些话，为什么口雷口雷会说？是因为为了要解开润与露西亚跟马夫马夫是不是在同居的这一个谣言，他是为了破解这个谣言，然后他才把它讲出来的。然后他说他是复仇者联盟。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ちゃんとね、同性のところ、マフマフとの同性って言ってくれてるね。ありがとうございます。わかりやすく。確かにね、これだと俺の同性になっちゃうかもしれないからね、ワンちゃんね。ということでね、この辺にしときアベンジャーズはいるからね。アベンジャーズ。はい。大丈夫かなこれね。個別メッセージはイベントの一部らしいですよ。いや、イベントの一部だったら、だって内緒でやってるってことで矛盾が生じるでしょ。それはさすがにないんじゃない？内緒でやってることってなるんで、イベントの一部だとしたら、むしろね、秘密でお願いしますなんて言わないでしょ。ここに書いてある通り、このことは秘密でよろしくお願いします。普段しないので C です。単独行動してしまってるので秘密でお願いします。だからイベントではないと思うよ。それイベントのもあるのかもしれないけども、普通にイベント外のことでやってると思います。だからさらされてるんだと思うし。だからね、やっぱりね、なんていうかな、俺 VTuber のファン見て、でもね、今日ね、海外の人たちのコメントとか見て思ったけど、すごいやっぱ愛してるね。推しのこと。めっちゃ愛してると思う。本当に。何解釈が違う。英文が違う？また？もう。間違ってます？わかんない。もう何が違うのかわからん。これ、言っていいですか？はいはい、いいですよ。はい、いいですよ。Basically, sorry, my Japanese is really bad, but he's saying that Lucia told him not to tell her. Wait, Lucia told him not to tell everyone that she showed proof that she was not living with Mafu Mafu, but she did. And yeah, that's what he's trying to say. わかんないけど、大丈夫なんだね。俺を守ることを言ってんだよね。てか待って、怖っ。今 DM でさ、なんかすごい、最初に助けを求めたのはルシアです。なんたらかんたらみたいな、海外の人にね、分かりやすく伝える文章なんだけど、その下に、これを訳しましたみたいな風に英語が書いてあって、でこれ本当かなと思って調べたらとんでもねえこと書いてあるんだけど、これはお前らの敵だ。お前たちはルシアのファンで気持ちが悪い。もうとんでもないでしょ。読めないような文章に変わってる。はめられようとしてる俺。アベンジャーズって復讐者って意味ですよ。そうなの？すいません。翻訳の方。はい。アベンジャーズって復讐者なの？違うスペルだとそうですけど、言い方は違います。そうなんだ。アベンジャーズってでも分かんない人だと違う風に
聞こえ待って、アるかもしれない。ベンジャーズって僕の中ではヒーローなんだけど、その映画の方のアベンジャーズ知らない人だと何になっちゃうの俺って。復讐者です。やべえじゃん、じゃあやべえじゃん。やベンジャーズやん。それやばくね。まあ。うん、やばくね。俺やっちゃったやん、これ、また。どうすんのこれ。めちゃくちゃだよ。でもスペルにもよると思います。スペルだけど、スペル、でも、翻訳だからスペル関係なくない？まあ。Basically, he's saying that he didn't mean Avenger, he meant the Avengers from like the Marvel movie. Okay. あ、すいません。翻訳の方ちょっと同性っていう漢字が多分、同じ性別の方の同性になってるみたいなんですよ。同性って一緒に住んでるってことじゃないですか？あ、それで言いました？言いました。あ、言ったよね。じゃあおめえたちが聞き間違えてんだよ、きっと。うん。もう DM で送んないでね、なんか翻訳したなんか英文みたいなの送んないでね、とんでもないことになるから。信じてないから、もう DM は。この2人しか信じてない、俺は。これちなみに読めたりしますか？これ、スパチャのなんか内容の英文って。全部読めます。あ、これなんて書いてあるの？ただのあれです。翻訳です。翻訳？あ、そうなの？多分私が言ったことと同じこと言ってんだと。ああ、そうなんだ。うん。はい。まあ、ということみたいです、皆さん。はい。いや、本当にありがとうございました、翻訳の方。まあ、もうこの辺にしとこう、みんな。もう特に俺から言うことはないんで。うん。はい。まあ、ルシアの話はこの辺にしようかな。ということで、これこれチャンネルからのルシアの話は終わりますを、英語と韓国語で。じゃあ中国語でお願いします。あれ？お二人？います。はい。じゃあちょっと文章に書きますね。なんで書こうかな。それでは、これこれチャンネルの、ルシアに関してのお話は終わりにします。Okay, so that's it about Lucia and Mafu on this channel. 以上在これこれ的频道里面会谈到润与露西亚的事情就到此结束。はい。ありがとうございます。いや、お二人ともありがとうございました。本当にね、みんなね、今日ね、もう急遽出てもらってるんで、ちょっとやりにくかったと思います、本当に。リアルタイムでね、すごいやりにくかったし、この方たちはちょっとね、英語の方は多分、日本語のその難しい漢字が読めないので、まあ、でもその中ね、出てくれたっていうね、本当にこれに関してはありがとうございます、本当に。なので皆さんもね、ありがとうの気持ちを込めていただけたらなと思います。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。いや、もう素晴らしいよ、本当に。またスパチャで来てるけどね。海外のスパチャキーもなんて書いてあるかわからんけどね、これね。これはとても太ってるってふざけんなくそ。いや、ありがとうございました。本当に。はい。まあ、ちなみにね、ルシアさんは一生エンゲージリングっていうね、婚約指輪をグッズで出してたんですけど、返金対応するそうですね。はい。まあでもね、みんなルシアは一応中の人はね、YouTube チャンネルを作って、あとはまあツイキャスで生放送もしてるんで、そのルシアっていうキャラはなくなったけど、ルシアの魂は残ってるんでね。中の人はいるので。はい。別になんかそのルシア全部が消えたわけじゃない。中の人はちゃんとね、多分今後も活動しようとしてるみたいなんで。まあ全く応援できないわけじゃないんだよね。
よくあるじゃないですかね、人は見た目だけじゃないっていう、見た目、ルシアって見た目だけじゃなく、もう今度はルシアが好きだった人はルシアの中の人をねちょっと興味持ってで好きになればええんとちゃうかはい。瞳にフィルムカメラを、唇に稲妻を、耳にハートバードを、胸に機関銃を、そして眠りにつけば始まる物語。はい、ということでね、皆さんね今日もありがとうございました。はい、ぜひともね皆さんねチャンネル登録高評価していただけたらなと思います。はい、もう通知来放題ということでねいや別にね、まあ、来るときあるよ、それはね。何回も連投してくるな、もうどんだけしつこいんだよっていうね、まあ、ことですけども、はい、ありがとうございました。まあこのなんか今年やっぱ2月ってさ、なんか炎上こと多いね。去年も多かったんですよ。多分来年の2月も多いんじゃない？すごかったよ本当にね。まあという話でした。じゃあ最後ね、皆さんからもらったイラストをね紹介して今日は終わりたいと思います。はい、こちらね、はい、これ配信ポケモンということでね、ありがとうございます。ありがとう。わ、飯田メンヘラポケモン口先の魔術師。いやほんとそれね、なんかいろいろ来てるね。コレゴン食べ過ぎポケモン、ポケモンシリーズ多いね。飯田の話も多いけどね。YouTube ライブで話しなかったか。皆さん飯田さん、ライバーから、追放されました。辞任ということでね。飯田さんは株式会社ライバーからいなくなりました。言ってなかったから一応言っておきます。いなくなっちゃいましたね。はい、まあ、やっぱ悪いことするといなくなるっていうそうですね。しゃあないですね。でもそれはね。はい、これありがとうございますね。これはカービィかな。真実はいつも一つしかない。一つしかないんですよ、真実は。はい。これね、ありがとうございます。はい、これもね。これはちょっとブーメランすぎるね。ブーメランすぎるわ。ちなみにですね、ちょっと今日言ってなかったな、1個。今なんかこれで思い出したわ。このイラストで。マフマフさんとルシアさんがツイキャスで生放送したって話したじゃないですか。で、ツイキャスで同時接続者数っていうのが出て、そのランキングが出るんですね。で、まあ僕そこで1位なんですよ。で、マフマフさんとルシアさんが6位と7位だったかな。6位と7位で隣同士なんですよ。で、そこでもまた匂わせって言われてるんだよね。ちょっとかわいそうすぎない？ちょっとかわいそう。そんなことで言われる。隣同士だよね、6と7でね。イラスト。はい、ありがとうございますね、これね。目指すはパーフェクトゲーム。これすごいかっこいい。ありがとう。ちゃんとね、ちょっと見れないな、これ。バレンタインね。皆さんチョコ何個もらいました？はい、これもね。かわいらしい。ありがとうございます。ね。はい。炎上パンチだ。炎上パンチ。今日じゃあオープニング久々に炎上パンチだからね。これかっこいい。今日これで。はい、ありがとう。子供たちがね、書いてくださいました。ありがとうね。お疲れ。私の中のフィクション、私にあったのフィクション。どこが流進中。ぜひ皆さんね、僕のツイッターフォローしてね、相談なり、最近ちょっとできないんですが、次回からやります。イラストなり送ってください。お疲れ。